キラがみんなにデーモンって呼ばれてた。なんだそれ。でもわかんない。お腹すいたな。自分とこの牛食やいいじゃないですか。知らず知らずのうちに食ってる可能性あるよね、でもね。街の飲食店行って、出てきた牛肉食って。さすがに把握してんのかな。栄養講義聞きました。2時間散歩しました。風邪ひきました。かわいそう。なんていうか何が読みなんですか。まあ、キャラは1個あると思うね。キャラは1個あると思うけど、どうなんだろうね。こんだけ勝ってんのはストの歴史だと思うな。これ、まあ、スト4以降のプロゲーマーが出てきてっていう話で言う、いや、これむずいんだけど、例えば、なんだろう、シャオハイが画廊で勝ちまくってましたとかさ、わかんないけど、ドラゴンボールで51が勝ちまくってましたとかっていうことってあるから、だから、こんだけ人口がいて、こんだけ安定してるのやばいよなって話で、そこむずい。評価がむずいね。タイトルがいっぱいあるから。ただ、今の人口レベルで、あんだけ勝ってるのは、ちょっと過去を見てもいないレベルだと思う。練習の仕方とは違うんですか？それはあるだろうね。それはあると思いますね。練習の仕方が違うはあるだろうね。だってまあ、環境の良くないさ、国に住んでてあんだけ強かった。まあ今日本だけど。ってことは、強い人とただ対戦するのがいいっていうわけじゃないのはもう間違いないよね。定期的にそういうやつ出てくるんだよね。全然対戦してねえのに強いみたいなさ、インフィルとかさ、トレモだけで超強いみたいなやつ、定期的に出てくるのよ。で環境が悪いがゆえに誕生する生命体なんだけど、てかまあトナメの安定感はやばいけど、どうなんだろうな。まあナンバーワンプレイヤーかどうかはわかんないよね。まあいろいろいるじゃん、ブラズとかさ、シャオハイとかさ、まあ、わかんないよね。そこはわかんない。メナー風景も出てきて、確かにフードは勝つね。マレーシアもいるしね。ランクメールやるよりトレモが大事っていうけど、それはプロに見えた。いや、それはそうだと思う。本当に。それは本当にそうだと思う。3年とナンバーワンが誰かわからないと思う。まあ、それで言うと、5もさ、誰がって言われると難かったんじゃねえか。あと、そのバージョンによるよね。時々が強えなっていう時もあったし、間違いなく藤村最強だなっていう時もあったし、まあでも時々がトータルすると時々が一番長かったの、長いって安定感かなとは思うけど、トータル時々だろうね、スト5ね。まあアイドルも強かったね。この時期、アイドルも最強の時代もあったよね。でパンクの時代もあったと思うし、時々の時代もあったし、藤村の時代もあったし、コロナ期はね、俺が一番強かった可能性あるね。ガイルが、トップ3ぐらいにいた時はマジで負けなかった。あの時の勝率はやばかったと思う。ボン3連覇あったね。あの時期さ、ちょっとこの間、川根に言われたんだけど、あの時配信つけっぱでひたすらゲームしてたから、それが良かったんじゃないですかみたいな言われて。そういうことあんのかなみたいな。そういうことあんのかな。まあ、やり方は何がいいのかってわかんないよね。答えがないよね。答えがないっていうかさ、まあ、環境にもよるしさ、ぶっちゃけ日本っていう国に住んでるんだったら、思考停止して、まあ、思考停止は言い過ぎなんだけど、ひたすらその強いやつらと対戦してるだけでも、まあ、勝手に強くなるっていうのはあるよね。刺激をもらってね。まあ、それは楽なやり方だよね。俺はずっとさ、一番流行ってるゲーセンに居続けるっていうのが、俺の、まあ、手段だったから、強くなるために。まあ、今もなんか基本的にはそういうやり方だとは思ってるんだけど、自分で。それやな。今日あんま時間ないからな。8時、まあ、トパちゃんまでにはやめようと思ってる。格ゲーのセーフモダンでプレイしようと思うんですけど、モダンでしたらこのキャラが最初いいよとかありますか？どうなんだろうね。まあ、リリーとかいいって言われてるよね。モダンで強いのは、ルーク、リリー、マイ。まあ、でもこの間ね、なんだっけ、ハイテイ君モダン残儀で大活躍っていうこともあったから、まあ、残儀もいけんのかもね。ベガ、あとはマリーザあたりはモダンで普通にやれそうだね。他にもなんかいたかなあと、ホンダか。ホンダ。強いっていうので言うと、なんか、まあ、リー、マイあたりなのかなわかんないけど。でも、あとなんか、香港だか台湾だか忘れたけど、若い子でモダン
モダン、名前出てこない。モダン秋の子いたね。まあ、何でもいいんじゃないかな。ただやっぱね、その入り口って結構大事だなって思ってて、ただ勝てるだけよりかは、スト6っぽいキャラ。まあ、どれがぽいのかわかんないけど。あ、エドもそうか。イングリッドも使いやすい。なるほど。重松大躍進。すごいよね。ただ大会の成績マジで安定してるから、全然不思議じゃない結果だけどね。全然ありそう。エモシュンもあるね。担々麺はたまにリジェクトとかも来てたから知ってる。まあ、でも全然あの位置に行ってもまあおかしくはないんじゃねえか。メナの安定感はやばいね。メナの安定感はマジでやべえな。もうなんかもう驚かなくなってきたもんな。勝ってる。エムガエル。あ、エムガエルはね、むちゃくちゃソニック速くなるから、超うざいが相手してる。マジだね。昔のゲームみたいな速さで飛んでくるから。筋肉つけて夏にモテたことがない。夏に向けて筋肉をつけてモテたことがないから。筋肉が嫌いっていう人間はまあいないだろう。世界に。いるのかな。筋肉ないければないほどいいわ、みたいな。まあそれはちょっと一極端にしてる。日常生活送れる程度の筋肉でいいわ、みたいな。歩行可能程度の筋肉以外は不要って思う人もいるのかな。あんまいなそうだよ。それが普通の感覚だろうね、多分ね。筋肉気持ち悪いって言ってる女子はいた。多分それってさ、ゴリマッチョみたいな話やん。つけすぎキモいって話でしょ。けどその筋肉なさすぎも嫌でしょ。階段登るたんびにぜいぜい言ってんの嫌でしょ。ビスケットオリバーの求めた人がボディビル大会出たら、あまりに筋肉やばすぎて、最前列の人がオートしたとは聞く。すげえ。もはや人間として見られてない。細マッチョぐらいでもアウトらしい。あ、そうなの？そうなんだ。細マッチョでもダメなんだ。それはさ、その単純に太ってる人が好きって話で、筋肉が嫌いなわけじゃないんじゃない？あ、でもあれかもね。ちょっと怖いとかあるかもね。こいつに殴られたらどうしようみたいな。恐怖が勝つみたいな。暴力振られたらどうしようみたいな。そういうのあるかもね。殴り合いしても5分ぐらいのやつがいいとかあるかもね。うん。殴り合いしても5ぶれそうだなぐらいの方がいいっていうのはあるかも。シュワちゃんとかかっこいいと思うよ。シュワちゃんって顔がかっこいいじゃん。むしろ弱いくらいがいいまで。弱いとでもさ、なんていうの、頼りないっていうかさ、暴漢に襲われた時に守ってくれなそうってそんな状況ないけどね。日本で。漫画じゃねえんだから。てか大体守れねえから。相手武器あるし。大体。理想の体型の芸能人やったけど、いや、理想の体型っつうか、なんだろう。ないなと。ビスケット売り場の元々の人は警戒になったけど、その地域だけ劇的に違いが。それはなんか都市伝説な気がする。それは都市伝説な気がする。さすがに。関係ないと思う。その素手でなんとかなる世界じゃないじゃん。だって銃があるんだからさ。本当にビスケット売り場がさ、銃に勝って、本当に、俺ビスケット売り場みたいにさ、銃に勝てるんだったら治安良くなると思うけど、銃には勝てねえじゃん。ストシリーズでこいつかっけえな。なんだろう。いや、まあ、竜かっけえなと思ってたけど。ネモさんの足の長さ欲しがってたけど。あ、若かりし頃はね。オリバのモデルの人は銃で撃たれたことあった気がします。そうなんだ。元の人は何発も銃で撃たれたけど、自分で車運転して病院と、マジ？ああ、じゃあ本当にやっぱその筋肉の鎧なんだ。すごいね。でもさ、例えばだけど、本当にだって力道山ってナイフで刺されてさ、結局亡くなったわけじゃない。って考えると、威力ってやっぱナイフの方が上なのか。そりゃそうか。いや、どうなんだ。近接、ダメージどっちでか高いんだろうね。銃とナイフ。さすがにナイフ。なんかイメージわかんないわ。どっちなんやろ。銃。当たりどころ。まあ、そらそうか。確かに。そらそうだわ。銃によるでしょ。そりゃそう。銃によるし、ナイフの使い手によるし、そりゃそう。でも、そういうことを捨てて、そういう思考を一回捨てて、どっちが強いんだいってやりたいわけさ。小野理論。いや、小野理論といえば、
今もう25巻ぐらいまで来たんだけどさ、ヴィンランドサガが。一番強いやつ、オノじゃん。てかそもそもバイキングだから。それはオノだろ、頼む。近接はナイフってのは本当なんですかね。てかその、味方に当たるっていう危険があるからナイフなんじゃないの知らんけど。e スポーツ漫画の特別審査員をしたことを覚えてますでしょうか。あの時賞をいただいたものです。受賞がきっかけで連載を目指して漫画を描くようになり、いろいろあってフランスでデビューすることが決まりました。そして本日単行本発売することができる。すごいね。単行本。皆さんが審査員でなければ格闘ゲームという題材でなければ自分で漫画を描こうとは思いませんでした。人生とこれも変えてもらいました。ありがとうございます。これからも。すごいね。なんてタイトルで発売したの？すごくない？フランスで格ゲー漫画。フランスで格ゲー漫画。日本でさ、デビューするよりむずそうだけどな、フランスの漫画って。なんちゅうんだろう。ゲームにそんな理解がないじゃん。多分。e スポーツに理解がないじゃん。フランスって。そこまで。タイトル教えて。フランス語になっちゃうとわかんないけどね。帯はね、格ゲー漫画ではないです。そっか、あれ格ゲー漫画を描いて別の漫画でデビューしたってことね。その方がってなんだその方がってなんだなんていうどんな漫画ですか？タイトル来てた。ツーサイドレッド。何が容易なんだろう。辛さは一個あると思うけど、本当に何が容易なんだろう。こんだけ人口がいて安定して勝ってるのは過去を見てもいないレベルだと思うんだ。練習の仕方がしてないのに強いやつ、それもだけで強いやつ定期的に出てくるんだよね。環境が